こんにちは、バーケンです。朝3時に自宅から 300km 運転してきました。この木くずの山をトラックに積んで捨てに行く動画第2弾です。これは第1弾の映像です。そして紐があっさりちぎれました。まだ1袋目です。前回動画もぜひご覧ください。今回動画の見どころです。面白いです。後ほど紹介します。ダンプカーといえば後ろの荷台が持ち上がるだけだと思っていました。これはスライドダンプと言いますが、とても便利です。今は借りています。この袋の紐がちぎれてしまっていますが、実は業者が作業を放棄して逃げてしまい、そのまま1年間ここに放置されていました。そのため雨風や紫外線にさらされて劣化が進んでしまったんです。いつまでもこの場所に置いておくわけにはいかないので、ユンボの講習を受けてこの日のためにしっかりと準備を進めてきました。ユンボの作業用の大きなスコップの後ろに紐を引っ掛けるためのフックがついています。ここに吊るします。吊るす作業は本来危険で資格が必要ですが、私有地なので無許可で行います。私は臆病者なので慎重に作業を行います。この緑色のロープですが、私の相続ピンチを何度も救ってくれた頼もしい相棒です。大きな木の柱を抜いたり、また樹木の抜根にも使いました。この木くずですが、相続したコンテナ5個を解体した時に発生したものです。袋は重たいので、ユンボの重心の近く、すなわち内側で小さく回ります。ゆっくり回ります。ユンボの先端を外側に伸ばすと、重心が外側に行くため、ユンボが転倒して大変危険です。私は素人なので、この袋が何キロあるのかもわからない状態で、どのくらいでユンボが転倒するかもまだまだわかりません。安全第一手探りで初めての作業を楽しんでいる、そんな感じです。ユンボはもともと遅いですが、今は特にゆっくり動かしています。重い荷物を吊るしているので、急発進や急停車をすると、荷物が振り子みたいに大きく触れて危ないんです。思わず万歳。途中で落ちてしまいどうしようか考えます。袋を観察して他にもロープを引っ掛けられないか考えます。最悪の場合ですが、袋から木くずを取り出して手作業でトラックに移動すればなんとかなりそうですが、なるべく簡単に終わらせたいのです。ちぎれた紐を縛ってみました。簡単な自己紹介です。遠く離れた土地を相続し、そこから始まった私の挑戦を皆さんにも共有したいと思います。未知の作業にも果敢に挑む姿をぜひご覧ください。仕方ないので無理やり押し込んでみます。この木くずの袋、この場所に全部で4袋ありましたが、前回の動画で2袋は捨てました。今回は残りの2袋を積み込んでいます。コンテナを解体した後の木くずです。コンテナは表面は金属に見えますが、中には木材が使われています。
相続した土地にコンテナが5個もありました。ここでは父が鳥を飼育していましたが、何も片付けず水難事故でぽっくり死にました。なおコンテナ1個処分するのに10万円くらいかかります。今の自分なら近くに住んでいればコツコツ自分で捨てます。近くに住んでいないので業者にお願いするしかないのが現実です。先ほどと同じように無理やり押し込んでみます。後ろの扉さえ閉めてしまえば私の勝ちです。ゴールは間近です。こぼれ落ちたのはわずかの量で良かったです。70点ですけど合格でしょう。さてこれから業者に捨てに行きます。この袋は今回2袋ですが、前回の動画でも2袋捨てました。前回は2袋で 400kg、19,030 円でした。木くずだけだと思ったら混合廃棄物と認定され、割高な感じでした。今回は違う捨て場に行きました。同じ会社の違う捨て場です。前回の捨て場、町の中心地を通るため運転が大変でしたので、今回は田舎の方に行きます。この映像は前回捨てに行った場所ですが、カニのハサミのようなもので袋をつまんでくれました。今回の捨て場はカニのハサミがなかったのでダンプアップして捨てました。前回捨てた場所には木材の粉砕施設がありましたが、今回行く場所は粉砕施設がないため、収集したものを前回の場所まで運ぶらしいです。そのため今回の場所は割高になると予想されます。
さて捨て代ですが 410kg で 11,605 円でした。今回は 100% の木くずと判定されて木くずとして捨てることができました。実際は若干の混合物があったかもしれませんが、私が袋詰めしたわけではないので分かりません。大きな袋4袋で合計 3635 円で捨てることができたという結果でした。業者に頼むとこの2倍くらいかかると思われます。木くずの捨て方が分かりました。その他の産業廃棄物もここなら捨てることができそうです。私のゴミだらけの相続、道筋が見えてきました。本社っぽいところでは設備もしっかりしていますが、ゴミを見る目も厳しくしっかりお金を取られました。本社ではないところは設備はいまいちですが、ゴミを見る目が甘々で安く捨てれました。これはもしかすると捨て場選びの参考になるかもしれません。今日は終わります。ご視聴ありがとうございました。